どうも、ベトナムから日本大阪へ一時帰国中のうつです。今日はね、このマグナのエンジンなんですけども、再度ね、ちょっとこの取り付けする予定のカムについてね、見ていきたいと思います。これ、マグナ50にね、つける予定のカム。前もね、ちょっとお話ししたと思うんですけども、このマグナ50のエンジンはね、もともと腰下を譲ってもらって、で、その時にね、おまけでこのシリンダーヘッドもね、つけてもらったんですけども、中身がなかったんでね、このベアリングがはまる部分のサイズを測定して、ベトナムでね、これに合いそうなやつを買って持ってきたんですよ。で、実際はめてみるとね、ちょうどのサイズだったんで問題ないと思いつつ、ここに映ってるのかな。もうちょっとアップにしようかな。ここにね、出っ張りが出てるんですけども、これはもともと純正の部品にはついてないはずなんですよ。で、コメントの方でね、これが、カムの、配圧、配置抜くのなんだったっけデコンプだ。デコンプカムになるらしくって、デコンプっていうとね、エンジンを始動させるときに中の圧力を抜いてね、エンジンをかけやすくするものだと思うんですが、これの仕組みがね、よくわからないんですよ。で、カムはこっち向きに回るはずなんだな。で、こっちに回るんだけども、これが回る方向には問題がないけども、逆回しができない。だからうまく再現できないけど、ここでストッパーになって何かが当たってるはず。要はこのロッカーアーム側ですよね。ここの部品に、何かがついてて、ここを止める役目をしてたはずなんですよ。で、ここで止まるから逆回りはしないけども、こっちには回る。で、それがね、どうデコンプと関連するのかがわかんないんだけど、多分私の予想では、これが、カムを押してる時ですよね。排気だから、こっち側か。こっちをちょっと押してる時に、戻らないようにするんだと思うんだな。だから、弁が開いた状態で、エンジンのかかりが良くなる。ちょっとここのね、仕組みがよくわからなくって、ただ、私はね、なんとなくここら辺の構造を見たときに、こっち側のね、部品、これを押さえる部品がね、ついてさえいなければ問題ないと思ってたんだけども、何か影響はあるのかな。このカムを使わないでね、純正を手に入れればいいと思うんだけども、悪さをすることはないと思うんだよな。ちょっとね、ここの構造が理解できてないんで、これに関しては結論は出せないんだけども、一回見ておきたかったんですよ。で、それともう一個が、これがね、カムの高さというか、要はリフト量をね、ちょっと確認していきたいと思ってるんですよ。こんなね、三つ豊の、これはマイクロゲージになるのかな。いただき物でね、持ってたもんですから、これを使ってちょっと、神山のね、高さを見ていきます。カメラがアップになってたまんまだ。これ使ってね、見ていきます。これね、リフト量見ようと思ったんですが、一つ確認というか忘れてました。スーパーカブでね、C50、本当はマグナのエンジンで確認できればいいんですが、なんせデータが出てこないんで、検索をしてみるとね、検索をするたびに違う結果が出てくるんだけども、これが
50cc で C50 だよね。エンジンの仕様によって異なりますが、一般的にはこのカムのリフト量が 4.4 から 4.5 ミリって書いてあるんですよ。で、ハイカムってね、0.5 ミリぐらい高くなるだけ。なんかものによってはね、0.7 とか 0.8 とか高くなる感じだと思うんですけども、まあこれがね、数値がどうなのかをこれを使ってね見ていきたいと思ってます。それでここだ。いつも私がねインとかアウトとか言ってる、こっちが吸気系でインインなんですけどね、こうつくからキャップが邪魔かい。こうだよね。こうついて、そうだね。これなぜか知らないけどね、片方が細くってもう一個が太いんだけども、太い方が吸気側のイン。これにちょっと書いていこう。うまくカメラじゃ映ってないかな。太い方がインだから、細い方が、私いつもアウトアウトって言ってましたけど、これはエキゾーストっていうみたいですね。で、これのそれぞれの高さを見ていくんだ。で、カムの高さ。せっかくね、マイクロゲージを持ってるからこれでやろうとしてるんだけども、正確に測るのって案外大変なんだよね。回っちまうじゃん。こんな感じか。回るからうまく測れんよ。結局いい加減にやるんだが、これで25、26、26.5 の26.5 のなんぼや。ここら辺か。26.65、66ぐらいなんだな。26.66 ミリメートル。26.5、こさこっち行くよ。今書き上げます。26.53 ミリメートル。それから、21.23、21.23。これも21.23、21.23。これでね、うまく測れたかどうかは謎なんだけども、とりあえずね、計算しました。イン、吸気側がね、リフト量が 5.43 で、エキゾーストが 5.3。エキゾーストの方が低いんだけども、なんか下子だか縦側かな、縦側は排気側の方が低いような設定になってるみたいなんですよね。で、純正が 4.4 から 4.5 らしい。他のやつで 4.7 っていう話もあったんで不明だけども、1ミリぐらいのハイカム 0.9 とかになってんのかな。で、一応念のためね、これでも見てみたんですけども、こっちはそんな細かく測れないんですけどね。これが、26の後半27に近いとこだし、こっちがね、26.5 ぐらいだから、だいたい合ってるんですよね。なんで、そんな大きな測り間違いはないと思うんだ。ね、こっち。軸の方側も21をちょっと超えてますからね。
それでとにかくこの数字が出たんで、この動画をねアップするのは随分後になると思うんですけども、昨日私日本でね戻ってきて、Wi-Fi が使えるようになって初めて、日本でのライブ配信やったんですけどね、今日ちょっとまたねライブ配信してこの話をねしてみたいと思います。あとはねちょっと Facebook の方で、ここら辺の話を聞いてみて何を怖がってるかっていうとね、ハイカムになった時にこれでバルブをね押す量が増えてしまうんで、純正のピストンでね純正のヘッドだった場合にこの1ミリ近いリフトアップをすると、要はバルブとねピストンが当たってしまうかどうなのか、そういうことをねちょっとお聞きしようと思ってます。なんで一旦動画はこれで止めて、いろいろと Facebook の方でね確認をというか聞いてみます。このカムね、Facebook の方でちょっと聞いてみたんですけども、やっぱり中華エンジンとかでねよく使われてるやつでハイカムになってるっぽいんですよね。ハイカムというか要は 80cc とか 100cc 用でいろいろコメントいただいたんですけどもね、純正の50にはつかないよっていう話とか、あとは要はつかないよってのはここにバルブが当たっちゃうんですよね。でここに粘土をつけてね一回回してみてどれぐらい隙間があるのか、もしくは隙間が全然ないのかね判断すればいいなんていうコメントもいただいて、あとはねここ当たる場合は、このリセスっていうみたいですよね、ここを削っちゃえばいいなんていう話もあったんですよ。ベトナムではねこれ削るのはよくやられているんで、いいんですけども、もう一個の問題がね、これが、デコンプ機能になるらしくって、この部品とねやっぱりここについてるのでワンセットで、デコンプ機能キックを軽くするのかな、なんかちょっと未だにねどういう仕組みかがわからないんですけども、そういうのがあって、で、外した場合にこいつが悪さするって言ってる方がいるんですよ。でよく見るとね、どこになるのかな、ここが辛い位置じゃないんでバルブをつけた時にね、変なことになる可能性があるんですよ。どう回せばいいのかな。ここでこの位置によってはちょっと逆にしか回らんのか。要はここが出っ張っちゃうんですよね。で出っ張った時にこうつくのか、ここがね、このカムに当たらずに多分向こう側この出っ張りの向こうに当たるんでね、バルブがちゃんと閉まらないっていう話があって、多分そういうことだと思うんですが、このね、この機能自身をなくすためにこいつを取っちゃえばいい。今映ってなかったこのねワンウェイになってる部品が邪魔になるんでね、ここの出っ張りとかですよね、うまく映ってんのかな。それでこれを取っちゃえばいいっていう話があったんですけども、それと別にねこれを取っちゃうと今度オイル通路、本来ねエンジンの腰下側から来たオイルがこの中を通ってこれに出てくるんですが、これ外しちゃうとこっからオイルが溢れちゃってうまく潤滑というかオイルがねカムの方に回らないんで、これは取るんだったらベアリングをシールタイプ、これですね、オープンじゃないシールに変えなきゃいけないとかいう話があったり、そもそもこれがついててもね、こっち側の部品がなければデコンプにはならないし邪魔にもならないと、いろんな話があってね正直混乱してます。それでね私は別にハイカムにしたかったわけでもなくって、たまたま買った部品がこれだっただけなんで、
本来ね、これを純正のものに戻せばいいんですけども、まあ今ちょっとね、買う手段もないし、で、今回このエンジンはね、50cc で組んでいきますけども、実際使うときはね、ボアアップして、まあ80とか、まあ100まではあんまりしたくないですけども、70cc とか 80cc にね、して使う可能性が高いんで、今回はね、あくまでも組んでみて確認をすることにしました。ですからこれが1ミリ近くハイカムになってるんで、それをね、純正の部品で、純正の、シリンダーヘッドとピストンに組んだらどうなるのかの確認を、まあそれはね、次回ですけど、していこうと思ってます。まあ長々とね、話をしましたけど、とりあえず今回はね、これを組むところまでやっていこうと思います。さあ、それじゃあ最後にここの調整をして今回の動画は終わりにしようかな。これが、そっか、もうつけちゃったから、大体ね、大体でいいのかどうか知らないけど、向きを合わせて、これで調整するんだ。0.05 ですね。これ今回はね仮り合わせなんですが、次回ねエンジンの方シリンダーとかね組んでいってそこでね再度調整していきます。なんで今日はここまでです。それではまた。